こんにちは、あごひげバイクチャンネルです。今日はこちら、アップヒルブリゲードのタンクバッグを紹介したいと思います。多分ね、国内初だと思う。私、今まで、ロングライドのタンクバッグを、ちょいちょい使ってはいるんですけど、容量ちっちゃくて、正直使いにくいんですよ。むちゃくちゃかっこいいんだけどね。そのロングライドのタンクバッグを使い始めて、その便利さに目覚め、もうちょっとかっこよくて、容量をもう少しあって使い勝手いいのないかなと思って、ずっと探してたんですよね。ただね、なかなか好みに合うタンクバッグって見つからなくて、形もそうなんですけど、総じて、ちょっとごちゃっとしてるかなっていう印象を受けるものが多くて、なのでね、なかなか気に入ったのがなかったんですよね。一個いいなって思ったのは、そのローンライダーっていうね、ブランドがあるんですけど、アドベンチャーバイク向けのアイテムを、バッグですね、パニアとか、作ってる、確かね、フランスのメーカーだったと思うんですけど、があって、それはかなり、作りがシンプルで、しかも防水で、なんかいいなと思ったんだけど、値段がね、3万5000円くらいするんですよね。そのブラックフライデーとかね、クリスマスセールとかで安くなったら買おうかなとか思って、カゴに入れる、やっぱやめるみたいのをずっと繰り返してたんですよ。とにかく値段がネックだったの、それは。で、いろいろと見ていたら、ある日 YouTube で、スクランブラー POV っていうチャンネルご存知ですかね。登録者確か6万人ぐらいいるチャンネルなんですけど、そのライダーの方がね、かっこいいタンクバッグ使ってて、いいなと思って、コメントとか遡って探したら、このアップヒルブリゲードっていうブランドのものだったんですよね。まだね、買って1、2ヶ月とかなので、ほとんど使ってないんですけど、これはよくできてるなと思ったので、ぜひご紹介したいなと思います。ちなみに案件動画ではございませんので、忖度なしでお話ししたいと思います。タンクバッグ探してるんだけど、なかなか好みの形がないんだよな、だったり、比較的手頃な値段で防水のバッグを探しているという方に最適だと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。鼻が詰まる。はい。というわけで、アップヒルブリゲード、直訳すると、丘を登る旅団みたいな感じらしいんですけど、メーカーは台湾の、メーカーになります。で、ブラックアロージミーという、ライダーの方が、立ち上げたというか、作ったカバンですね。なんでわざわざこういうタンクバッグを作ったかっていうのが、ホームページに書かれてるんですけど、台湾行ったことある方はわかると思うんですけど、結構ね、雨降るんですよ。で、その方、ライダーの方で、急な雨がね、降ってきたりとか、雨の中、バイク乗るのに、手頃なバッグが欲しいというのが、きっかけで作られたのがこのバッグなんですよね。タンクバッグ、構成が4パーツになっていて、まず、アウターシェルって呼ばれるこの外側の部分ですね。これが防水素材になっていて、雨を防いでくれると。インナーシェル、ソフトシェルっていう内側の部分と、ストラップと、あとマグネットプレートっていう4つのパーツでできてます。アウターシェルとそのストラップは1種類だけなんですけど、そのインナーのシェルと、あとマグネットプレートがそれぞれ4種類あって、注文するときはそのセミオーダーみたいな形でね、自分でパーツを選んで購入することになるんですけど、まずインナーシェルは、模様違いというか色違いで4種類ですね。カモフラ柄っぽいのが2つと、あと無地のもの2種類。どれもアースカラーというか、地味めの色合いになっているので、カバン開けて悪目立ちすることはないかなと思います。私はちょっと中身がね、あんまり暗いと、何入ってるかよくわかんないと嫌だなっていうので、一番ド派手なカモフラ柄にしたんですけど、どれ選んでもね、そんなになんか外れみたいな感じはしないかなと思ってます。で、あとマグネットプレートなんですけど、これ4種類あって、T 型のプレートのものが2つと、あと、長方形か、についているものが2種類ですね。で、T プレートは、文字通り T 型になってて、で、ミニ T プレートはその T の字の横の部分がちょっと狭めに、短めになってる、形ですね。なので、割と、コンパクトになるかなという感じです。ちなみに私買ったのもミニ T プレートになってて、タンクにつけた時にね、ひらひらがあんまり目立たないようにしたいなっていうのでこれにしました。で、残りの2種類は、X 字と、ダイヤモンド型って書かれてるんですけど、X 字が、その、四つ角にマグネットをつく形になってて、
ダイヤモンドだと、文字通りダイヤモンド、ひし形状につくんですけど、もうちょっとタンク狭めのバイクに最適かなという感じですね。このボンネビル、トライアンクのバイクであれば、どの種類のものでもつくんですけど、X 字とかダイヤモンドよりも T の字型の方が、しっかりつくので、固定はちゃんとされるかなっていう感じですかね。あとは、見た目の問題ですかね。一応その、ホームページの方に、いろんなバイクでカバンつけた場合の、紹介写真みたいのあるので、それを参考にしてもらえるといいかなと思います。で、値段がね、これ全部、その4種類、セミオーダーみたいな形で、どういう組み合わせで選んでも、日本円で約17,000円ですね。3480台湾ダラーだったと思うので、今の為替でいくとだいたい17,000円ですね。で、国内で正規販売してるところがないので、アップヒルブリゲードから直接買う形になるんですけど、送料がだいたい2000円ぐらいだったかな。で、注文して、多分1日2日ぐらいですぐ発送されるんですよ。なんでね、手元に届くまでだいたい1週間かからないぐらいですかね。で、サイズ感なんですけど、寸法からいくとね、だいたい4リットル弱ってとこですかね。私にとっては絶妙に使いやすいサイズ感ですね。特にね、タンクバッグで使いたいなって思ってたのが、やっぱ手元にあってパッと取り出せるってすごい強みなんですよ。元ブログとかしててね、じゃあ撮影始まります、終わりますとかで、カメラをセットしたりだとか、マイクセットしたりだとか、そういう細かい機材が全てね、ここに入るんですよ、ちゃんと。で、しかも防水でしょ？これ以上のことはないよね。ここにあえて機材入れる必要ないなっていう時は、サングラスのケース入れたりとか、あとは工具類もきっちり入るので、それ入れたりとか、あとは高速乗るときはパープルセーバー入れたりとかね。もちろんペットボトルとか水筒も余裕で入るので、使い勝手はかなりいいサイズかなと思いますね。で、特に縦長になってるので、ちょっと大きめの水筒とかも入ったりしてね、結構、うまくできたデザインだなと思ってます。これね、使ってみていいなって思うところが3つあって、1つは、この、外シェル、このシェルの作り方なんですけど、インナーシェルがね、若干高めになってるので、蓋を被せた時に、オーバーラップするというか、内側に水が入り込まないような作りになっていて、で、さらに止水ファスナーになってるのでね、普通に雨降る限りだと、インナーシェルの内側まで水がガバッと入っていくっていうことはまずないんじゃないかなと思いますね。水の中に入り込まない仕組みというか工夫がね、よくできてるなと思いました。で、もう一つはね、このファスナーなんですよ。ファスナーのこの取っ手の部分っていうのかな、引き手の部分が、これね、輪っかになってるの。普通だと、なんて言うんだろう、長方形というか、笹かまみたいなね、ちょっと例えが悪い。このリング状のファスナーになってるので、こうやって、グローブしててもね、掴みやすいし、開けやすいんですよね。その辺、ライダーが作っただけあって、よく考えられてるなって思ったのと、あとはね、ここがリング状になってるので、鍵をね、かけやすいんですよ。タンクバッグって、普段みんなどうしてるのかわかんないけど、ちょっとした駐車だったらね、バイクにそのまま置いておきたいじゃないですか。ただ、ちょっと鍵かけられないと不安だなとかね、持ってかれちゃう心配あるな、みたいな時に、この輪っかの部分に、ヘルメットの盗難防止に使うワイヤーみたいのをね、ここにカポッとつけて、そのままバイクにつけておけるので、開けられるの防止にもなるし、バッグそのまま持っていかれるのの防止にもなるし、で、これね、地味だけど、いい作りだなと思いました。で、あとね、もう一個あるんだけど、3つ目が、これね、ハンドルがついてるんですよ。バッグのところに。これがね、地味に嬉しいね。この4リットルのこういうサイズって、手で持つにはね、若干でかいんですよ。ギリ片手で持てる。片手では持てるんだけど、ちょっと余らせ気味というか、手に余る感じでね、付属品としてストラップがついてて、肩からかけられるようにはなってるんですけど、私はね、圧倒的にハンドル使う方がね、多いんだよね。もうタンクから外してパッとそこ掴めば普通に持っていけるので、よく考えられて作られてんなって思いましたね、このハンドル見た時に。ストラップの方は、一応肩からかけてね、使ったり、バイクに乗せる時は、パタンとね、折りたたんで、ペタッと最後ベルクロで止められるようにもなってて、こっちはこっちでね、
これもよく考えられてるし、使い勝手はいいんだけど、肩からね、あれこれ下げるよりも、もう手でハンドルでバッて持ってた方が楽なので、このハンドルはね、むちゃくちゃ気に入りましたね。あと気になるマグネットの強さなんですけど、ネオジウム磁石でかなりがっちりついてますね。このファスナーをね、開けるときに、よっぽど乱暴に開けない限りはね、パンクにがっちりついてるので、こうファスナー引いたときに一緒にカバンもずれちゃいますみたいな心配は今のところないですね。あと、耐久性に関しては、まだ使って1ヶ月2ヶ月ぐらいなので、ちょっとまだ何とも言えないんですけど、一応ホームページの方でジミーさんですかね、長らく使っていらっしゃるそうで、日々この雨の中とかね、使ってるみたいなんですけど、防水性が損なわれたりとか、中に染みてくることはないとおっしゃっているので、耐久性に関しても信頼はできるのかなと思いますね。使っていくうちにね、こうやって、角のとことか、剥げてきたりはしますけど、その創設者自らが、実験台というかね、使用者レビューみたいのをされてるので、結構信頼はできるかなと思いますね。私も、1年、半年1年とかね、またレビューをしようかなと思ってます。はい、というわけで、アップヒルブリゲードのタンクバッグご紹介しました。このね、シンプルなタンクバッグを探しているという方にはぜひお勧めしたいですね。この動画気に入っていただけたら高評価お願いします。また今後こういった商品レビューや試乗動画なんかも出していきますので、よろしければチャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。